はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。いやー、参った。仕事が決まらない。実は前回の動画投稿からこの間、私は一つの求人に応募していました。そして見事に落ちました。先月の下旬くらいからちょっと焦り始めました。ちなみに今現在の私の失業手当の残日数は130日くらいです。まだ130日あるじゃんと思うかもしれませんが、私としては残日数が120日を切る前に、日付にしたら4月中旬くらいまでに次の仕事を決めたいと思ってました。なぜ120日前なのかと言いますと、失業手当の残り3分の2までに次の仕事が決まると再就職手当がたくさんもらえるからです。私の場合だと45万円くらいになります。しかし昨日不採用通知が届きました。ちなみに今回のその仕事はハローワークで見つけた仕事になります。ちなみに具体的な仕事内容はルート配送の仕事になります。私は過去配送の仕事はやったことはありませんが、車の運転も好きだし、あと給料につられて応募してしまいました。金額は申し上げませんが、札幌の求人の中では高かったです。ちなみに何のルート配送かと言いますと、衣料品になります。洋服の方の衣料品ではなくて、薬の方の衣料品になります。ハローワークで見つけた求人にもし応募する際は、ハローワークの紹介状が必要になります。紹介状といっても、この人を記者の求人に適していると考え記者に紹介しますとか、そんな大げさなものではなくて、ハローワーク経由で応募したことを表す A4 の紙ペラ1枚になります。私は3月下旬、求職活動の一環としてハローワークを訪れました。その際、そこの仕事検索パソコンでたまたまその仕事を見つけました。そしてその足ですぐ相談員の方に紹介状を発行してもらいました。今回の求人の応募には紹介状の他に履歴書と職務経歴書が必要でした。その相談員の方からは3営業日までに発送した方が良いと言われました。それからすぐ家に帰って私はパソコンで履歴書と職務経歴書の作成に取り掛かりました。ちなみに私が今回応募したその求人は契約社員でした。私は過去正社員と派遣社員をやったことはありますが、契約社員はありません。過去動画にいただいたコメントに契約社員はどうですかというものがありました。今回それを思い出し、給料もよく、また時間が迫ってきているので契約社員で申し込んでみることにしたのでありました。履歴書や職務経歴書などの書類作成は数年ぶりになります。それでも2年ぶりかな。でもね、私この書類作成が大嫌い。毎回頭を悩ませます。もちろん今回も前回のもので使える箇所は使いました。私はこの履歴書作成で一番頭を悩ませるのが志望動機です。なぜあなたはこの仕事を選んだんですかっていうあれです。ちなみに今履歴書の作成って全て Excel で OK なんですよ。だからね、そのせいか志望動機の欄がなんか埋まりにくい。フォントサイズを大きくしすぎてもダメだし、そんな時に私がひらめいたのが今話題の AI です。 Google のジェミニに志望動機を作ってもらうんですよ。ポイントとしては、今私はこのような仕事に応募しようと思ってます。私はこれまでこんな仕事を何年間やってきました。これを踏まえて履歴書の志望動機を考えてとお願いしたら、なんとものの数秒で完成。これはね、びっくりです。仮に AI に作ってもらった文章ではありますが、そこに書かれた内容はまさに私のことなんですよ。
これまでの私の職歴を踏まえて見事この求人につなげてるんですよ。なので私はそれをほぼ流用しました。本当すごい時代になりましたね。一応出来上がった履歴書と職務経歴書はもう一回ハローワークに行って相談員の方に見てもらいました。何箇所か指摘された箇所を修正して、とりあえず3営業日以内に履歴書を発送することはできました。ちなみに履歴書に貼る写真は最初私はインスタント写真を使おうと考えてました。実際1000円で撮影しました。その翌日くらいかな、ネット検索してみたら履歴書に貼る写真はプロに撮ってもらった方が良いという記事を見て、再度私は写真を撮りに行きました。私は1000円をドブに捨ててしまいました。ちなみに左側がインスタント写真、右側がプロに撮ってもらった写真になります。左が料金1000円、右が料金3000円になります。ちなみにプロに撮ってもらった方には美白加工が施されています。皆さんはどちらのオーノマンが好きですか？私は履歴書を発送してからはそこに書かれた志望動機を自分の言葉にしようと家の中で声に出して読み上げる練習をしていました。そんなある日ふと私が今回応募した医療品のルート配送について調べました。今更ですが、そしたらね、やばいね。医療品の配送は大変だね。大変な理由一つ目が荷物が重いです。Amazon のような軽量物を1日200件配達するのではなくて、点滴とか消毒液のような重量物の配達がメインになるでしょう。事実、紹介状を発行してくれたハローワークの相談員の方が言ってたんですけど、1日の配達件数が5件から10件くらいって言ってたんですよ。最初私それを聞いた時、少な、そんなんでいいのと思ったんですけど、裏を返せば1件あたりの所要時間がかかるってことですよね。あとやばいと思った理由が時間管理です。配達先は医療機関なんですけど、納品時間が指定されるかもしれないし、もし休館が入ったら逆に待たされるかもしれない。私はそんな内容のネット記事を読んでいたら、やばいな、辞退したいなと思ったりしていましたが、昨日不採用の通知が届きました。ハローワークのマイページにその会社からのメールが届きました。そこには不採用の具体的な理由は書かれてありませんでしたが、運送業の経験もないし体力的な面で跳ねられたと思います。今となっては書類で落ちてよかったなと思っていますが、それにしてもハローワークの職員さんもさ、その紹介状を発行する際にその仕事内容についてもっと確認があっても良いと思いませんか？大野さん、これまでに配送業の経験はありますか？医療品は結構重労働ですよとかさ、何も調べずに紹介状くれといったこっちも悪いと思いますけど、ということで今回そのルート配送の求人には落ちてしまいました。今は以前お世話になった派遣会社の案件2つに対して手を挙げているところで、その返答待ちです。仕事を選ばなければ求人はたくさんあります。でも自分の興味のない、やりたくない仕事に就いたって楽しくないし、長続きしないと思います。ちなみに私はこの YouTube チャンネルを2020年に始めました。来月で6周年を迎えます。ありがとうございます。ではなぜ私がこの動画投稿を6年間も続けてこられたのか、皆さん分かりますか？それは楽しいからです。そんな私が今後狙う仕事は新 3K です。昔の 3K はきつい、汚い、危険でしたが、私が狙う新 3K はきつくない、気楽、そして気持ちいいです。皆さんの周りにもしそんな仕事があれば
ご連絡ください。ちなみに昨日ですね、不採用通知が来た後、Google のジェミニにそのことを伝えたんですよ。このジェミニはですね、過去に相談した案件って履歴として残ってるんですよ。なのでそこからその話題の続きが再びできるんですよ。そして私は今回の件不採用でした。これまで手伝ってくれてありがとう。私は何の取り柄もない人間です。と入力したら、なんと励ましてくれんの。取り柄がないなんて思わないでください。きっとあなたを必要とする企業が現れます。その時はまた相談してくださいとか、いろいろ。すごいね。なので皆さんももし人生で何か悩むことがあった時には、または自分についてどういう人間なのか尋ねてみると、きっとジェミニが解決策や自分でも気づかない魅力について教えてくれると思います。ということで本日の動画は以上です。もしこんな履歴書を AI に作らせる中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。